はい、1分で使えるアフターエフェクトの万能技、今回は、1分で作れるスライドショーの作り方を解説していきたいと思います。まず下準備として、スライドショーに使う画像20枚ですね、今回は。まずファイル名を使う順番に010203と、数字に変えています。で、画像の方も全ての画像同じ解像度ですね。1600×1067 同じ大きさの形に、先に Photoshop でトリミングしてあります。では実際に制作していきます。まずコンポジション、スライド01として2分ぐらいのコンポをまず作ります。そしてすべての画像フッテージをまず読み込みます。ではまず実際に、1回、何も説明せずに1分間で作っていきたいと思います。はい、完成です。1分経っていないんではないでしょうか。で、こんな感じのスライドショーを今1分で作りました。この作り方のいいところは、この程度のシンプルなものであれば、今20枚で作ったんですが、100枚で作ろうが、同じく1分で作ることができます。では、一度全部消して作り方を解説していきます。まず、読み込んだフッテージをすべてタイムラインに並べるんですが、スライドショーに並べる順番ですね。にまず、このフッテージをすべて選択する必要があります。なので、まず01をクリックした状態で、シフトを押しながら20。これで1から20を順番に選択した状態になります。で、これをタイムラインに放り込みます。で、今回のスライドショーは、1枚の表示時間を5秒にするので、5秒のところで、タイムライン5秒のところで編集、レイヤーの分割、で、この後ろの部分をすべてデリートで削除します。で、これで、すべて5秒のフッテージになりましたので、まず1枚目にスケールのアニメーションをつけていきます。1枚目の画像を右クリックし、トランスフォーム、コンポジションの幅に合わせる。これでコンポジションの幅にちょうど合うようになるので、0秒のところでこの大きさにし、スケールのアニメーションで大きくしていきます。こんな感じですね。で、この1枚目につけたアニメーションをすべて他のレイヤーにもコピーしてやりたいので、トランスフォームを選択して、編集コピーで2から20をすべて選択した状態で編集ペースト、これで全てのレイヤーが同じ動きをするような設定になりました。で、もう一度01を選択し、シフトを押して20、これで01から20まで順番に選択された状態になっています。そしてアニメーション、キーフレーム補助、シーケンスレイヤーですね。で、このオーバーラップにチェックを入れることで、1秒間で全面のレイヤーをディゾルブ。要は1秒間かけてフェードアウトするっていう。で、フェードアウトして次のレイヤーを表示するという設定ですね。を、オーバーラップにチェックを入れて1秒。この設定で OK をします。すると自動的にその設定のスライドショーを作られます。このスケールは自分で今つけたアニメーションで、この最後の1秒の不透明度100から0は自動的につけられたものです。これで簡単にスライドショーをつけることができます。ただこのままだと、全ての画像が同じ動きで、ちょっと淡白というか面白みがないので、ここで一工夫として、まず一工程戻ります。シーケンスレイヤーを取り消し。で、このスケールのアニメーションですね。このスケールしていく位置を変えていきます。このアンカーポイントツールで、アンカーポイントをこのずらしやります。それをこのアンカーポイントの位置に向かってスケールがズームしていく感じになるので、すべての画像を
少しずつずらしてあります。この画像ならエビの方にズームしていく。こんな感じですね。の感じでいじっていきます。その画像ごとの見せたい部分にズームしていくような設定にすればいい感じになりますね。こんな感じで画像をアンカーポイントを調整していきます。とりあえず今はこの10枚だけいじった状態にし、同じように01から20を選択して、キーフレーム補助シーケンスレイヤーをかけてやります。すると先ほどと違ってズームしていく動きが少し変化があるのがお分かりいただけるでしょうか。こうすることで少しあまり機械的ではない、スライドショーにすることができます。はい、今回は以上です。またお会いしましょう。